ファミリーフィッシングでもおなじみのハゼ釣り。一見すると簡単そうですが、実際初心者でもそこそこの数釣りが楽しめます。しかし、この釣りを追求していくと、その奥は限りなく深いです。ベテランも虜にするハゼ釣り。こんな小魚が主練のベテランをも虜にしてしまいます。この釣りには様々な魅力が秘められており、シーズンを待ち焦がれるファンは数多くいます。ハゼ釣りのその基本と極意を解説します。今回の結論はこちらです。ハイシーズンは浅場を狙う。今回の目次です。ハゼに始まってハゼに終わる。シーズンとフィールド。タックルとスタイル。ハゼ釣りの仕掛け。使用する餌について。延べ竿でハゼが釣れる条件。釣り方の実際。この7つについて解説します。ハゼに始まってハゼに終わる。日本の魚釣り、特に小物の釣りにおいては、船に始まって船に終わると言われますが、同等にハゼ釣りもまた長所が奥深い伝統的な釣りです。ハゼは冬の終わりに生まれ、春になると河口域や干潟エリアの浅場で育ち、梅雨頃から夏ハゼと呼ぶ体長10センチメートル未満の小型の釣りがスタートします。そして夏の立ち込み釣りの高シーズンを経て、秋口から15センチメートル前後の量径を狙う彼岸ハゼの釣りでピークを迎えます。その後、冬に向かって産卵・越冬のため、深場・毛束に落ちる大型の落ちハゼ、ケタハゼを狙う釣りで完結するのが1年間のハゼ釣りのサイクルです。最後のケタハゼに関しては、年を越した2歳から3歳の大型狙いが伝統的に人気でしたが、ハゼ釣りの一大メッカである東京湾では、埋め立てが進んで、ハゼの格好の住処であった干潟のほとんどが消失しました。地先から直接水深10メートル以上の深場が広がってしまい、海底はヘドロ状態で、ハゼが産卵・越冬のための穴が掘れなくなり、その生息数が激減しています。この影響で、現状では水深5メートルぐらいの中深場で、真冬の低水温期にならない前に越冬状態に入ってしまうハゼが多くなりました。しかしながら水温が下がる初秋からの落ちハゼ釣りは場所こそ選ぶものの、現在でも十分に楽しめます。落ちハゼ釣りの醍醐味は、活性が落ちたハゼが餌を吸い込むタイミング、すなわちノリやもたれなどと表現される微細な当たりを感知して釣り上げることにあります。数は望めませんが、そうしたベテラン好みの高レベルな釣りは現在でも根強い人気があります。その一方で、初夏から成夏のハゼは行楽的なファミリーフィッシングでも十分に楽しむことができます。成長の盛りにあるこの頃のハゼは、餌も違和感なく食い込むために、ビギナーでも当たりを明確に取ることができます。ハゼが釣りの入門に向いている魚だとされる理由です。このように季節が移ろう釣り場の中で楽しむハゼ釣りは、まさに釣りの原点の一つと言えます。釣り具選びや仕掛け作り、餌付け、竿さばき、合わせ、取り込みの手返しなど、釣りの基本をマスターするのにも、ハゼや船のような小物釣りは非常に向いています。こうした釣りを楽しむとき、まず一尾一尾を丁寧に釣ることを心がけましょう。そして釣り機、潮回り、天気、釣り具、釣り場の見極めといった基礎を実際の釣りを体験しながら現場で覚えていきます。釣りが上達するための早道としては、上手な人と一緒に釣行する方法もありますが、単独釣行でも現地で出会ったベテランと交流することで様々な技術を教えてもらえるケースも多いです。そういった懐の深さもハゼ釣りの大きな魅力と言えます。延べ竿ハゼの魅力のまとめです。一尾一尾の釣り味が最高。競技会的な釣りは別として、軽く柔らかい延べ竿で釣り急がず独特の引きを楽しむのがハゼ釣りの醍醐味です。一尾一尾を丁寧に釣ると、振り込み、誘い、合わせ、取り込み、張り外し、餌付けなどの一連の流れも必ず上達します。投げ釣りで狙えない場所を探れる。船の際や海藻の間の狭い砂地、
小深い駆け上がりなどをピンポイントで探ります。地合いが来るとハゼの群れが入ってくるため入れ食いになることも多いです。細かく移動して手前の浅場から釣っていくのが定石です。極めれば二刀流も楽しめる。延べ竿の探り釣りだからこそ一度はチャレンジしてみたいのが日本竿の釣りです。初めから日本竿を使うのは難しいですが、慣れてくると広く手返しよく探れるメリットです。この適度な難しさがハゼ釣りをさらなる興味深い釣りにしてくれます。シーズンとフィールド。体長10センチメートルほどの夏の小ハゼは干潟や河口の汽水エリアに群れて活発に餌を追うため、こうした魚が多く溜まっている場所を探して釣り歩きます。リール竿の投げ釣りだとポイントを細かくタイトに狙うのは不向きで、どうしても同じ場所で粘ってしまいがちです。その上、魚影の少ない遠くの深場へ投げ込んでしまうことも多くなります。その点、延べ竿での釣り方なら、水深2メートルより浅い場所で育つハゼの群れを効率よく狙うことができます。秋になると、水深2メートルより深い中深場の船道やミオスジ、船影、捨て石の際などで体長15センチメートル以上に育った両系のハゼが狙えます。こうした場所は長めの延べ竿か中通しハゼ竿の脈釣りで海底を小突くか、少しずつ錆びきながら釣る攻略が向きます。秋が深まってそれ以上の深場に落ちたケタハゼは道糸の長さを調節できるハゼ専用竿や投げ竿がないと釣りづらくなります。ハゼは内湾の干潟、河口、運河、船泊まり周辺、海岸のシャローエリアなどの釣り場に多く群れていますが、潮時、潮位、時間帯、天候などによって移動します。いつも同じ場所に群れているわけではありませんから、その場の見極めは大切です。そしてハゼは年魚のため当たり年、外れ年があり、前年良かった場所が今年ダメだったり、その逆の現象もあることも覚えておきましょう。結論として、ハゼを含めた小物釣りでは、場所の選択とより多くの高ポイントを探索する積極性が重要です。東京湾では秋のハイシーズンにはバスを仕立てた冷海スタイルの本格派からピクニック気分でバーベキューなどをやりながらファミリーフィッシングでハゼ釣りを楽しむグループもいます。そのような中で真剣に釣り場を探しながら釣り歩き、丁技を磨いていくとハゼ釣りの奥深さや長所が徐々に分かってくるでしょう。そしてハゼ釣りのファイナルゲームであるケタハゼ、落ちハゼ釣りにもいずれ興味が湧いてくるはずです。延べ竿ハゼのシーズンとフィールドのまとめです。シーズン。小ハゼは浅場で育つため、10月末頃までは延べ竿で水深1メートルから2メートルほどの場所を主に釣ります。特に夏ハゼ10センチメートル以下は1メートルより浅い波口や干潟の浅場、河川内の汽水域などに群れるため、単竿の釣りが面白いです。秋の彼岸頃をピークにハゼは少しずつ深場に移動していき、体長20センチメートル近くになると3メートルより深い深場に落ちていくので、延べ竿では釣りづらくなります。内湾の干潟。干潟は浅場が広がっているため、潮の干満を考えて釣り場を選びます。満潮時のピーク前後は岸寄り、干潮時はミオ筋や船道などの小深い場所にハゼはたまります。活性が高いと駆け上がりの上の浅場でも釣れるため、手前から先へと狙います。河口、運河。河口や運河は川岸に降りられれば単竿が使えますが、そうでなければ長竿が必要です。内湾につながる場所では潮の干満に影響されるため、潮位を調べておきましょう。駆け上がりや捨て石周辺、小深い場所が狙い目で、流れ方にも注意しましょう。船泊まり周辺。船泊まりは真水が入る水路付近が狙い目です。小ハゼも餌類も汽水を好むためですが、もちろん生活排水の水路は避けましょう。ハゼは船道や船の間の影部に群れていますが、3メートル以上の深さがあるポイントは晩秋にならないと釣れません。海岸のシャローエリア。海岸のシャローエリア、浅場では、ミオ筋、ノリヒビの跡、
アオサ、捨て石、カキ殻帯などの際の砂地、波口先などに目視できるハゼを拾い釣りしていきます。ただし、同じ浅場でも外海に面した海岸では、ハゼの魚影は極端に少なくなります。タックルとスタイル。基本的な浮き釣りの場合は、長さ3メートルから 4.5 メートルほどの軟長の渓流竿、あるいは万能竿が向いています。カーボン製の振り出しタイプが主流ですが、しなやかで粘り強いグラス竿を愛用するベテランも多いです。さらに独特の調子を求めるなら、竹製の和竿で決まりです。天然素材を使った和竿は、カーボン竿などとは比較できない味わい深いフィーリングが最高です。脈釣り用には感度に優れた先調子の中通しハゼ竿を使ってみるのも面白いです。釣り場に応じて道糸の長さを調整できるメリットもあります。特に竹製の竿を使えば江戸前スタイルの粋を味わえます。小ブナ、タナゴ、テナガエビ、ヤマベ、ハゼ、キスなどの小物釣りでは、このように釣り竿に凝ってみると、釣りそのものがより面白くなります。たかがハゼ釣りという人もいますが、自分の気に入ったスタイルで釣り急がず、自然の中に身を置き、ゆったりと余裕ある釣り方も一考です。装備については、探り釣りの場合はいろいろなポイントを探り歩くスタイルなので、身軽な格好で楽しむのが鉄則です。立ち込んでの釣りも同様で、必要最低限の装備類を身につけ、動きやすさを優先しましょう。基本は陸釣りですが、ウェーダーを履けば行動範囲はより広がります。ただし、深場に立ち込むのは危険なため、ウェーダーはウエストタイプ、ゴアテックス素材が快適で十分で、膝下までの水深で楽しみましょう。仕掛け、針、重り、その他の小物類を入れる小物入れは、ポケットサイズに小分けして身につけます。フィッシングベストスタイルでポケット部が大きく、各タックルやミニボトルも入れられるライフベストが安全です。立ち込まないならメッシュタイプのベストも快適です。カゴビクや箱ビクはあまり大きくない軽いものを選び、餌箱、手拭き、竿受けをセットします。ビクには海水を少し張ったビニール袋を内側に取り付けて、釣ったハゼを生かしておきます。ある程度溜まったら随時クーラーボックスに移すとハゼの鮮度を保てます。その時間が水分や餌の補給、気分転換にもなります。暑い時は冷凍させた小型ペットボトルをビク内に入れておくのも方法です。日差しが強い日は帽子、偏光グラス、汗拭きタオルも必携です。用意したいタックル類のまとめです。ビク餌箱。移動が多い立ち込み釣りは歩きやすい軽快なスタイルを考え、必要以上の小物は持たないように心がけましょう。首掛けのビクは餌箱や小物入れ、竿受けもセットした極力軽いものがいいです。肩掛けタイプの水箱、木、プラスチック製も可も便利です。道具箱、餌箱。道具箱は小物入れタイプのもので、ベストのポケットに入るサイズが向きます。クーラーボックスは持ち歩かず、車中に置き、釣れたまったらビクから移します。帽子、偏光グラス。夏の晴天時は日差しが強いため、麦わら帽子タイプやメッシュキャップがいいです。偏光グラスは照り返しから目を守り、水中が見えやすいため、ハゼの動きや水底の様子がチェックできます。汗拭きタオルも必携で、水分補給のドリンクも用意しましょう。立ち込み釣りのスタイル。ウェーダーはウエストタイプで大丈夫です。ベストはポケット付き救命具が安全です。小物類は最小限を身につけ、餌箱を備えたカゴビクスタイルが便利かつ粋です。ビクの脇には手拭きや竿受けも装着しましょう。ハゼ釣りに使用する延べ竿。船、ハヤ、ヤマベ用で柔らかめの振り出しタイプのカーボンか、グラス素材の軟長渓流竿や万能竿が向きます。脈釣り専用なら先調子がいいです。好みによっては竹の和竿を使うのも一考です。また、グラスや竹の中通しハゼ竿なら感度が良く、道糸の長さが調整可能なため、より長手が増します。
いずれも長さは3メートルから 4.5 メートルほどです。5メートル以上の竿は重くなり、調子も強くて小ハゼ釣りには向きません。ハゼ釣りの仕掛け。延べ竿でのハゼ狙いでは大きく分けて浮き釣りと脈釣りのスタイルがあります。浮き釣りでは感度に優れ、駆け上がりなどの水深が変化するポイントも探りやすい下り浮き仕掛けを使うのが定番です。下り浮きは3個から8個を 10cm ほどの間隔でセットするのが目安で、数が多いほど幅広い水深に対応できますが、扱いに慣れていないとライン絡みのトラブルが起こりやすいです。脈釣りの場合は浮きの代わりに渓流用の目印を使用します。いずれの場合も仕掛けの特性を左右するのが重りの重さです。感度を重視するなら軽めの重りや誘導タイプにするのがよく、向こう合わせ的に針がかりさせたいなら重めの重りや固定式を選ぶのがセオリーです。延べ竿ハゼの仕掛けのまとめです。ハリス止め。この釣りは針の消耗が多いので、針を簡単に交換できるように自動ハリス止めを使うと手返しが早いです。脈釣りの場合は小型スナップサルカンや昔ながらのハゼ用天秤を使うのもいいです。針。袖型タイプは万能ですが、細軸で軽い渓流針も吸い込みがいいです。サイズはハゼの大きさに合わせるのが基本で、初期は3号から4号、後期は6号前後が目安となります。ハリス長は 5cm から 7cm が基準です。浮き釣り仕掛けは感度が良く、1尾1尾を吟味しながら釣るのにおすすめです。下り浮きを3個から8個ほどセットすることによって、多少水深が違うポイントも浮き下の調節をすることなく探れるのもメリットです。当たりも視認しやすくなります。一方の脈釣り仕掛けは季節を問わずあらゆる場所で使える仕掛けのため、ハゼの活性が高ければテンポよく釣れるメリットがあります。いずれも完成仕掛けが売られているため、最初はそれを使うのもおすすめです。絡みや根がかりなどでロストすることを想定して、仕掛けの予備は多めに用意しておくといいです。また、浮き、重り、針、ハリスの長さを変えた仕掛けを用意して、状況で使い分けるのも方法です。使用する餌について。餌に関しては、かつてはゴカイ、糸目など柔らかなハゼの麹が入手できましたが、現在は青磯目や砂利目がメインです。小ハゼ釣りでは細めのものを使いましょう。ハゼの活性が高い時には餌持ちのいい頭部から使うのがおすすめですが、食いしぶり時には動きのいい尻尾の方から使ってみましょう。針につける長さは 1cm から 5cm ほどで、シーズン初期には小さめ、後期には大きめにするのが目安です。ただし、例えば餌が豊富な釣り場で小餌を使うと見向きもされず、餌を大きくしてアピールさせた方が食いが良かったりします。また、釣り始めは磯目の尻尾を長めに取ると、その部分がハゼにかじられて水中に漂い、ハゼの群れの活性を上げる効果が期待できます。状況に応じて掃除方法を工夫することが重要かつ楽しいです。なお、ハゼはかなりの雑食性なので、魚介類以外にも貝、エビ、魚、ハゼの口の大きさに合わせた切り身、オキアミ、ミミズなどが得餌になっている釣り場もあります。先入観にとらわれることなく餌を選ぶのもこの釣りの楽しみの一つです。いずれにしても餌はクーラーから小出しにして常に新しい状態で使えるように工夫しましょう。餌の種類のまとめです。人工餌も十分に使える。生き餌が入手できない時や魚介類が苦手な人には味付き匂い付きの人工餌を使ってみるのも方法です。魚が好むアミノ酸を多く含んでいるため、状況によっては生き餌同様によく釣れます。延べ竿でハゼが釣れる条件。いつでもイージーに釣れそうに思えるハゼですが、実際によく釣れる時間帯は意外とはっきりしています。具体的には、ハゼが上げ潮に乗じて延べ竿の射程範囲内に回遊してくる時間帯が狙い目です。特に潮の動きやすい大潮から中潮周りの満潮直前には、
ハゼの活性が一気に高まるので入れ食いのチャンスとなります。また、ある程度水深のあるポイントでは干潮からの上げ始めのタイミングでも杭が立ちます。夏の暑い時期などは一日永遠と粘るのではなく、釣りやすい時間帯を集中して狙うのが効率的で、体力的にも楽になります。天候的には風、波のない穏やかな日が軽い仕掛けを使うハゼ釣りでは快適に楽しめます。逆に風、波の強い日は仕掛けの操作もままならず、釣り場自体も浅いところなので、ひどく濁りが出たり、水面に海藻類やゴミが浮遊して非常に釣りにくくなります。釣り場でのアプローチの方法としては、満潮周りではまず手前の浅い場所から探っていき、少しずつウェーディングして地先の駆け上がりや小深くなったところを釣っていきます。潮位が高い時は思わぬ浅場で釣れることもあるため、見落とさないようにしましょう。逆に干潮時から潮が満ちていく場合は、沖合の三代筋から岸に戻りつつ釣ります。沖に出すぎると深みにはまるアクシデントもあり得るので注意しましょう。いずれにしても立ち込みスタイルの延べ竿釣法はリール竿を使った投げ釣りと違って、手前の浅場を細かく丹念に探っていく釣り方です。当たりがなかったり少なくなったらその場は見切り、積極的に移動して活性の高い群れを探し歩くのがこの釣りの最大のコツとなります。延べ竿でハゼが釣れる条件のまとめです。地形の変化や障害物。ハゼは春の幼魚期から秋の彼岸過ぎまで干潟や河口エリアの浅場に群れます。しかし広くどこにでもいるわけではなく、三代筋の駆け上がりや杭、カキ殻帯、捨て石帯、小舟の周辺など地形の変化や障害物のある砂泥地に寄ってきます。潮位と水の動き。小ハゼたちは活性が高いと活発に動くため、満潮時は岸寄り、干潮時は少し沖に移動します。いずれにしても小深く掘れているたまりや溝筋に集まることが多いです。ちなみに干潮時で潮位が低いときは完全に干上がります。時間帯と天候。自然界では朝夕の時間帯にプランクトンが活動するため、食物連鎖の関係で魚たちの活性も高まります。ハゼも同じく朝夕のまずめ時が慈愛ですが、食欲旺盛な小ハゼは天候、時間帯に左右されず、潮時さえ合えば釣れます。餌の豊富さ。ハゼはきれいな砂地より主な餌が住む砂泥地に多くいます。ヘドロは NG です。具体的には餌の豊富な干潟や水路周りが狙い目となります。なお、餌が極端に豊富な釣り場では、付け餌は大きくしてアピールさせるといいです。釣り方の実際。浮き釣りの場合は、水面に下り浮きが1個か2個浮くように浮き下を調整し、とりあえず竿いっぱいに仕掛けを投入して餌を確実に着底させます。ハゼは活性が高いと着底後すぐに餌に寄ってきて明確に当たりが出ますし、同じ場所で連続して釣れます。そこで当たりがなければ5秒程度のインターバルで少しずつ仕掛けを移動させながら反応を見てみましょう。基本的にハゼは上から落ちてくる餌に興味を示すので、この誘いはとても重要です。当たりは浮き全体を引き込んだり、水中の浮きが揺らめく程度の微妙な当たりもあります。いずれの場合も竿先を小さく確実に立てて合わせを入れます。即合わせしないと乗らない時と、逆に少し間を置いて合わせた方がいい時があるので、状況に応じて調整しましょう。また、合わせ損なってもそのまま少し待っていると当たりが出ることも多いです。ある程度当たりが出る場所が分かったら、そのスポットを集中して狙うと効率のいい釣りが楽しめます。脈釣りの場合も基本的には同様の考え方で OK です。ハゼは基本的にそこで餌を食うため、仕掛けを小突きながら誘うイメージで誘いを入れたら、餌をそこに置いた状態で食わせの間を与えてやることが大切です。当たりは手元に感じるブルブルで合わせを入れてもいいですが、その前触れである目印の微妙な変化で当たりを感知できれば、釣果は飛躍的に向上します。
道糸の調節が可能なハゼ専用竿の釣りでは、竿と水面が垂直の状態で同様に小づいて誘う釣り方が本筋です。当たりの出方は大小様々ですが、口中に吸い込むタイミングで合わせられればベストです。浅場にいる子ハゼは一尾が餌を追うと他のハゼも寄ってきて餌を奪い合うため、合わせ損なっても同じところで当たることが多いです。その点、晩秋の落ちハゼは動きが鈍くなっているため、口先まで静かに餌を持っていき、餌を吸い込んだ時の前あたり、もたれに合わせを入れないとすぐに餌を吐き出してしまいます。目印の変化で当たりを察知しましょう。なお、落ちハゼは冬の越冬産卵のために砂泥の底に穴を掘って住み、夕まずめのひとときだけ穴から出て餌を捕食します。夕刻までは敵、搭載サイズばかりだったのに、暗くなり始めると大ハゼが混じるのはそのような理由があります。日本竿を使う対の釣りは両手で自在に竿さばきができるようになるとより広く探れる重宝です。船釣りでも手慣れの人は対の竿を自在に操ります。ハゼ釣りの奥深さは無駄がない流れるような所作のこんな釣り方にも表現されます。ハゼに始まってハゼに終わると言われるゆえんです。釣り方のまとめです。水中での仕掛けのイメージ。浮き釣りでも餌を必ず着底させることが重要です。浮きは1個から2個水面に浮かんでいる状態が理想です。5秒程度の間隔で仕掛けを少し持ち上げるようにして移動させ反応を見ましょう。軽めの重りを使って落ち込みの誘いで食わせます。ハゼの突き場を発見したらそこを集中的に狙うと効率よく釣れます。沖に仕掛けを振り切って着底させた場合はゆっくりと重りをずる引いて誘っていきます。ただし根がかりに注意しましょう。仕掛けが手前に寄ってきたら竿下で重りをこづきながら誘いを入れます。浮き釣りの場合、下り浮き仕掛けは脈釣りの目印的な役目もしますが、通常水面に1個から2個浮かせて当たりを取ります。釣り始めは沖に振り込んでポイントを広く探り、突き場が分かってきたらそのスポットを集中的に狙うと効率的です。誘いは仕掛けを持ち上げるように少し底を切って移動させるのが基本です。この時、動かす、止めるの幅、速さを変えて誘うのがコツです。当たりは浮き全体を引き込んだり、水中の浮きが変化する程度のこともあります。重りの長径でも当たりの出方は違うと心得ましょう。脈釣りの場合、浮き釣り同様、一定のインターバルで仕掛けを移動させて誘ってくるのが基本です。沖に仕掛けを振り切った場合は、ゆっくりずり引きしてくるのもいいですが、根がかりに注意しましょう。当たりは感度が良い先調子の竿を使っていれば、直接手元にブルブルと伝わってきます。ただし、この当たりを取るだけではなかなか数を伸ばせません。ハゼが餌を口にした瞬間の当たりを目印に出るわずかな変化で取れれば、驚異的な釣果を叩き出すこともできます。脈釣りは奥が深いと言われる理由です。仕掛けの投入から取り込みまでの流れ。障害物の多い場所では下手から振り込む投入が基本です。開けている場所では頭上でのの字を書くような回し振りでもいいです。まずは手前から左右、正面と扇状に探っていきましょう。仕掛けが馴染んだら着底後すぐに出る当たりに集中しましょう。当たりがなければ少し竿先を上下させたりずらしたりして誘います。その後、左右手前に仕掛けを少しずつ移動しながら探ります。脈釣りでは竿先と道糸の角度が90度くらいになったら竿を上下に動かして小突く釣り方もします。慣れてくると糸吹けのわずかな変化の当たりも取れるようになります。何らかの当たりを感じたら基本は即合わせです。ただし強い合わせは群れを散らすので軽く竿を立てるだけでいいです。また状況によっては遅い合わせがいいこともあるため適宜調整してみましょう。季節によっては 15cm 以上のハゼも混じるため軽く合わせた後腕全体を使い竿を立てて
ハゼの引きを楽しみながら手前に寄せます。針巣を掴んだら竿を握ったまま両手を使い、ビクの上で針を外します。ハゼの口が閉じていると外しにくいので、親指と人差し指でエラの後ろから掴むようにして口を開けます。針を飲み込まれているときは、針巣を持ってぐるぐると回しながら引っ張ると奥から出てきやすいです。2本竿で釣る場合のテクニック。餌付け、仕掛けの振り込み、誘い、合わせ、取り込みなどの一連の動作に慣れてきたら、2本の竿を使ってより広範囲に効率よく釣る釣り方も楽しんでみましょう。竿の長さは同じか多少の長短を使い分けるのもいいです。利き手は長めがおすすめです。両方の餌付けや同時に2尾かかった時の手順はしっかり合わせた後、一方は竿受けに置き、交互に行うといいです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。